れはすごい。どうも、クリュウです。新年明けましておめでとうございます。今日はサムネとタイトルにある通り、強化エンジンマウントに交換していきたいと思います。はい。コークスポーツマツダパフォーマンスでかっこいいですね。説明書ですね。はい。コークスポーツの印字がかっこいいです。それでは取り付けていきたいと思います。では交換しましたんで、エンジン始動いってみたいと思います。始動しただけでわかります。めっちゃ振動、音伝わってきます。耐えられないほどではない。じゃあ走ってみたいと思います。本当に耐えられないほどではないけど、ここがすごいな。もうエンジンの揺れが抑えられてるのが分かります。これはいいんじゃない？ハンドルに伝わる振動もね、だいぶでかくなってます。快適性はかなり損なわれてますね。ブレーキペダルに伝わる振動もね、でかいです。この発進の時の振動すごいな。でも2速にはだいぶ入れやすくなった気がします。これはすごい。なんだろう、今までの快適な車から一気に競技車両みたいなそんな乗り味になってますね。すごいなこれ。振動とともにエンジン音が車内に伝わってくるんで、運転するのめっちゃ楽しいです。これはいいな。快適性求める人は買えない方がいいです。でもそんなの関係ないって人はね、ぜひこれ買えてください。楽しい。渋いですよ、正直。でも純正マウントよりは断然入れやすいかな。
はい、というわけで交換と試乗の方終了しました。感想ですけど、まず振動灯ともろに入ってきます。で、シフトフィールの方はだいぶ良くなりました。2速に入れるパターンですね。1、2、もしくは3、2のパターンはやっぱり渋さは残ってますね。まあでもノーマルマウントよりは全然良くて、なんか前よりもその懐が深くなったような気がします。で、この外したノーマルのマウントですね。手でぐにゃぐにゃ結構動くんですよね。そりゃエンジンも入れるわっていう感じで。これみんなにおすすめできるかっていうと、みんなにはできないかなっていう感じですね。やっぱり乗り心地、静粛性を求める方であればノーマルマウントの方が絶対いいです。あるいは強化マウントでも柔らかめのマウントを買うかですね。やっぱ乗っていていろんな情報が車内に入ってくるんで楽しいですね、運転していると。今までほんと静かな車だったんで、本当にその264馬力ある車と思えないぐらい車内静かなんで、なんかやっとそれらしい車になったなっていう感じで運転が楽しくなりましたね。というわけで強化マウントに交換してみたという動画でした。もし面白いなって感じていただけたならグッドボタンと、あとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。